今日はインスタグラムでね、なんか話そうぜみたいな感じでみんなにね、質問を投げかけたのね。そしたらいろんな質問がね来るんだけど、その質問の中になんでひなちゃんってそんなに継続できるのとか、どうやってモチベを保ち続けてるのとか、なんでそんな頑張れんのっていう質問がもうめちゃくちゃ来たのね。めちゃくちゃ来たの。私もみんなとほんと同じ気持ちだったの。マジで継続できない人間だったの。なんでも本当に自分って何も継続できなくてダメだなって落ち込んじゃってる人生が結構あったんだけど、全然そんなことなくて、誰だって努力できるし、誰だって目標達成できるし、誰だってモチベ保ち続けられるし、本当に誰だって頑張れんの。マジで私はこのやり方が合ってたんだけど、そのやり方を今から共有したいと思って。でもやっぱり人って10人十色だから、お肌とかね、髪の毛とか骨格と同じで、なんでこれが合う合わないは絶対にあると思うのね。でも考えるきっかけにもなると思うし、それを見つけられるきっかけにもなると思うし、もしかしたらこの私のやり方が全く同じくハマる人もいると思うのね。だからちょっと今日も絶対動画撮ろうと思って、この頭がフル回転してる時に、私普段この漏れない夕方に撮ること一切ないんだけど、漏れないからね。今5時だけど、しかもあと1時間後でお出かけの予定あるけど撮ってます。いくよ。まず、なんでそんな頑張れるのっていう質問に対して、私これ1個だけ答えたことがあって、今全然私苦じゃないんだけど、頑張り続けることが。でも苦痛だった時に、何もやらない毎日と頑張り続ける毎日、どっちもさ大変でさ、どっちも辛いじゃん。頑張らない毎日だってずっと自己肯定感下がっちゃったりとかもしちゃうだろうし、やっぱ変わらない自分に飽きてしまったりとかさ、どっちにせよ2つとも辛いんですよ。どっちにせよ辛いなら後者の方がいいんじゃないっていうので、挑戦するワクワク心と達成した幸福感を味わえる道を選んだのね、私は。っていうのだけちょっと共有したくて。ちなみに大切なこと3つあるのね。これをすれば誰だってマジで継続できる能力がつくし、努力できるし、目標達成できる。目標達成って言い方硬すぎやろ。なんだろう、自分の思い描いてるなんか目標あるじゃん。痩せて可愛くなりたいとか、モテたいとか、可愛い洋服着たい、自分を大切にできるようになりたいとか、いろんな夢があると思うんだけど、全然そのゴールまで努力できる。本当に叶う、その夢がっていうのが3つあるのね。3つのうち2つ目と3つ目超大事だから、本当にこの2つでめちゃくちゃ変われたから最後まで聞いて。でこれプラス私のマブピナのモチベの保ち方も聞いたから、それもシェアするね。みんなでちょっと勝ち取ってこう、素晴らしい幸せな人生を。だからカトヒナワールドのみんなには、ワールドってなんやねん、マジでみんなで幸せになりたいから、マジ全部共有したい。じゃあいきます。1つ目は簡単なようですごい大切なこと。頑張ってる人で固める、周りを。友達もそうだし SNS もそう。頑張るぞって決めた期間は見る線のアカウントを作っていいと思う。例えば頑張ってるアイドルの子とか、ブラックピンクのジェニーちゃんとかもさ頑張ってるじゃん。もうウォニョンちゃんとかもめっちゃ頑張ってんのよ。サッシーさんもそうだし、田中みな実さんもそうだし、そう頑張ってる人で SNS のフォローを固めて、起きた時にチラって見て、待って頑張ろうって思ったりとか、この人も朝から頑張ってんなら私も頑張ってみようって思うきっかけになると思うから。で私それ近い話で言うと、本当にめっちゃ今日めちゃくちゃ筋肉痛で、今日ちょっと一日嫌だなみたいな、休みたいなって思ったの。まあ休みでもいいかみたいな。休むことも本当に大切なんで、筋肉も休んでるうちに成長していくじゃん。それと一緒で休んでる時間も超大切なのねって思って、もう今自己肯定感と自己効力感バカ高だからさ、私朝起きてインスタ見てた。そしたら中町あやちゃんが朝の7時から和食作ってたのね。みたいな。朝7時から和食私も頑張ろうって思って、なんか楽しそうと思ったの。 SNS が日本帰ってきてやっぱ和食だわみたいな感じでつぶやいてて、海外も行って日本でもそうやってなんか料理も楽しんでて、超楽しそう人生と思って、私も頑張ろうって思って、でそんな感じですごい頑張るきっかけになると思うから、 SNS を頑張ってる人で固める。プラスお友達もそうで、頑張ってる友達って絶対にいるじゃん。仕事でも部活でも趣味でも料理でも何かしら頑張ってる子って絶対にいるでしょ。その人と連絡取ったり会うようにしてみたりとかすると、私も頑張ろうってすごい思う。私だったら東雲海とか同年代の女の子なんだけど、もう超仕事頑張ってるのよ。もう毎日パッツンパッツンで仕事行ってたりとかで、家帰ったら自炊したりしてるのね、健康のために。そんな頑張ってる友達いたら頑張ろうって思うじゃん。これは簡単なようでやっぱ大切だなって思って1個目に入れた。まあこれはみんなもしてると思う。保存とかいいねですぐ見返せるようにしたりとか。だからこれはサクッと終わります。2つ目がすっ
ごい大事で、自分の機嫌は自分で取ろうっていう言葉あるじゃん。それモチベが下がった時、自分の機嫌を取ればモチベなんてすぐ上がるんですよ。実は私もう今となってはモチベが下がる手前で自分の機嫌を取る行動を今できるんだけど、それをやり続ければ一生モチベが保ち続けられるというか、これ本当にすっごい大切で、すごく難しい。自分の機嫌ってどうやって取るんだろうからまず入ると思うんだけど、目標って買った言葉やめよう。目標っていう言葉、自分の夢あるじゃん。夢をまず出してみてってやるとそう簡単に答えが出ると思うんだけど、私の場合は変わっていく自分とか頑張ったからこそ今の新しい自分に出会えたっていうのが結構自分の中であるから、変わった自分に出会うのがすごく大好きなのね。緻密な努力って結果出るのはもちろん当たり前に遅いじゃんか。だから速攻結果出ることをするのが私はめちゃくちゃモチベ上がるのね。それが何かっていうと、まつげパーマ行ったり、髪の色をガラッて変えたり、髪型を変えたり、プロにメイクをしてもらったり、今だったら韓国メイクとかパスポートの証明写真を超可愛く持ってくれる写真館があったりするのね。そこ予約してみたりとか、私スキズのピリちゃんが好きなんだけど、ピリちゃんのファッションを真似してみたりとか、ウォニョンちゃんのファッションを真似してみたりとか、自分のファッションガラッて変えてみたり、とにかくその日に私なんかいけてねみたいな思えることをするのが、私はモチベガクって下がってもここでガクーンって上がるので、また頑張ってる期間にできてたこと、私だったら朝5時に起きてウォーキングして仕事をこなすことなんだけど、それがまたシュッてできるようになるのね。次の日からまとめると、自分の機嫌を自分で取る。これはマジ人それぞれだと思うから、自分と相談して見つけてみて。すごいほんと簡単なようで盲点というか、めちゃくちゃ良かったの。やってみてね。で3つで、これねもう心理学の領域になるんだけど、めちゃくちゃ大事。単刀直入に言うね。できる時にできることを。これさ簡単なようでとっても難しいと思うんだけど、でも今123言ったけど1番目と同じぐらい超簡単にみんなもできることだと思うのね。これをやるだけで人生180度変わるから、本当にやってみてほしいんだけど、できる時にできることっていうのは本当にその言葉の通りで、今日やる気なっていう日があったら、私だったらいつも傾斜11の速度 3.5 でウォーキングしてんだけど、じゃあ今日はちょっと平坦な道の外景色見ながら気持ちよく歩いてみようかなとか、毎日30分歩いてんのちょっと今日5分でいいやってなったりとか、あと今日はもういいや運動、その代わりベッドでゴロゴロしながらも携帯でチラッと自分が垢抜けられるメイクを保存したりとか、ファッション保存したりする日にしようとか、もうこれできる時にできることをじゃん。これなの。これめちゃくちゃ超大事なのね。本当に大事だったの。でこれもっと細かく説明すると、しなちゃん大丈夫そうって思うかもだけど、すごい理にかなってるなって自分の中で落とし込んだ言葉があって、やるべきことがあるのにさ、やらなきゃやらなきゃって思いながら一生 TikTok 見ちゃって時間過ぎて夜になって何もできなかった寝るっていう日があるでしょ。じゃあどうやってやる気を出すのかっていうと、脳の中の側坐核っていうのがあるらしくて、それをビビビって刺激するとやる気出たってなんの。じゃあその側坐核をどうやったら刺激するのかっていうと、私のさっき言ったできる時にできることがピンポイントで出てくるんだけど、どんだけやる気が出なくてもちょっとはそのやらなくちゃいけないことに関わるっていうのがこれを刺激するポイントなのね。例えばじゃあレポートやらなくちゃっていうのがあるとするじゃん。もうマジでめんどくさい、やばいみたいな、本当に無理みたいな。じゃあベッドの上で参考書をパラパラパラだけしてみるみたいなとか、仕事だったらとりあえず資料だけ開いてチラッとだけでも見てみるみたいな。これだけでいいの。1分2分でもいいやって自分に今甘々でいいからちょっとでもそれに触れること、これが行動を起こすためのとっても大切なスイッチになるのね。本当にできる時にできることをやり続ければめちゃくちゃできるようになる。うわめっちゃ暗くなってきた最悪。漏れない。そうだからとりあえずめちゃくちゃ自分に甘々でいいから、できる時にできることをとりあえず取り掛かってみるっていうのが超絶大切です。これでめちゃくちゃ変わった。本当に変わった。驚くぐらい変わった。この2と3で。でこれを続けて
ていくと、まあ言っちゃえば自分との約束を守ることになるんですよ。だから自己効力感っていうのがめちゃくちゃ上がるのね。自己効力感って何かっていうと、自分だったら達成できるっていう自分を信じる気持ちだね。それがガーンって上がるのね。そうすると自己効力感と自己肯定感も上がって、2つが上がると自信になるんですよ。で、自信がつくとどうなるかっていうと、自分をとっても大切にできるようになるのね。自分を大切にできるようになると、人を大切にもっとできたりとか、自分を大切にしてくれない人との縁を切れたり、自分で選択肢を選べるようになるというか、超大切じゃない？私はこれで自分に自信をつけたし、今でもずっと努力し続けられる。たったこの3つで。あとあれね、もう1個は目標を高くしすぎるのダメね、みんな。もちろん大きな目標も超大事。私だってこんなボディに絶対になるっていうすごく大きな目標があるのね。で、こういう仕事してみたいな目標あんの。それももちろん大切だけど、置いといて小さな目標もすっごい大切。私毎日朝起きてその日の1日のタスクを決めるんだけど、どんな小さなことでも入れるもん、タスクに。何でもいいの。歯磨き1日3回するでもいいし、ビタミン C だけは取るぞとかでもいいし、お風呂でここのマッサージだけはこれだけはやるぞとか、その小さな目標でも書いておくとチェックマークつけられるじゃん。それだけでも自己効力感上がるから、できたぞっていうね。だから目標高く設定すぎダメね。ちょっと待ってね、めちゃくちゃストーリーアーカイブ探してる。みんなごめん、今ね撮り直してるんだけど、本当にこれやってめちゃくちゃ良かったなっていうのがもう1個だけあったわ。4つ目になっちゃうんだけど、これ超大事だったの。痩せたいから何々するをやめた。これめっちゃ面白いよ。めっちゃ面白い。もちろん痩せたいから有酸素運動をやるんだけど、そうじゃないのよ。起きて、あ、やばい、ダイエットのために脂肪を減らすために歩かなきゃって思うとめちゃくちゃ嫌なの。私ですら嫌なの。この考え方めちゃくちゃ嫌いで、そんな私が今料理も運動もファッションとかメイク、髪型とか研究全部なんでできてるかっていうと、自分が楽しいって思う理由にすり替えたから。これ何かっていうと、毎朝やってるペコペコウォーキング。なんでやってるかっていうと、体型維持だったりボディメイクだったり健康のためがもちろん一番の理由なんだけど、それ忘れてタスクを決めるため、悩みを解消するため、大好きな本を読むため、大好きな動画を見るため、これにしたの。この本の続きが気になるから歩きに行こうってなったりとか、料理だったら痩せるためにダイエットレシピ作らないとって思うと、私マジでできないのね。じゃなくて、好きな人にすごいって言われたいからとか、本当の理由を忘れる。自分が楽しいと思える理由にする。これ痩せるためとか、それも後から。そうするとめちゃくちゃ楽しくなくなっちゃうから、もっと楽しいことを想像できる理由にしたらめっちゃできるのと。毎日自炊してるのね今。老けたくないから、肌がめちゃくちゃ綺麗になりたいからって思えたらできるようになってって、そしたら料理もめっちゃ上手くなったし、ダイエットにもなったし、腸活にも勝手になってるし、もうそれでもうまつげも超伸びるようになったのね。肌もすっごく綺麗になったし、いいことづくし、この考え方にしてからもうすっごいできるようになったから、これおすすめ。超おすすめだから、もうぜひこの4つちょっと体験してみてほしいな。待って思い出した。私英語を今勉強してるんだけど、参考書があるんだけど、1日1ページでやってる。何十ページもやらなきゃ、いっぱい覚えなきゃじゃなくて、絶対に1日1ページ。1ページってすごく小さな目標じゃない？でもこれが積み重ねたら75日分の参考書なんだけど、じゃあ75日間1日1ページ続けたら参考書全部が脳みそに入るんだよ。すごくない？だから小さな目標ってすごく大切なんだよね。あったプププ。みんなのモチベの保ち方見える？もう今ね、開いてざっと見た感じ、ロールモデルを決めることって書いてあるわ。もう嬉しい。ロールモデルはひなちゃんって言ってくれてる。大好き。そうだね、確かにこの人になりたいっていうのを決めたら目標が定められるってことになるから、すごく大切だと思う。めっちゃロールモデル書いてあるわ。とにかく結果を出すって書いてあるんだけど、これ私が言った多分2番目のやつだと思う。私もこれ同じ意見なのね。でもとにかく結果を出すにはさ、難しいことがほとんどだと思うの。だって努力を積み重ねないとできないことばっかりだから。だからすぐに結果出るものに手をつけるってのは本当にいいと思う。なんかみんなめっちゃひなちゃんって言ってくれてるな。ちなみにこれマジで私のインスタ見てたらめっちゃモチベ上がると思う。食事内容も全部載せてるし、おすすめの運動も載せてるし、ビフォーアフも載せてるし、マインドも載せてるし、美容についてもめっちゃ載せてるし、もう私と出会えて幸せになれる人いないんじゃないか。もうほんとごめんなさいね。
すいません。でもそれぐらい自信持ってみんなに伝えたいと思ってやってるからさ、私が自信なさげだったら最悪じゃんって思って頑張ってるから、私は絶対出会った人たち全員幸せにしたいし、超正しい情報を発信したいと思ってるから、私のインスタはマジでおすすめ。でも結構みんな一緒なんだな。あ、チャット GPT を使うっていう手もあるって書いてある。チャット GPT に褒められながらやることはすごくいいって書いてあるわ。確かにめちゃくちゃいいと思う。自己肯定感高めながら分析してくれるから、とってもおすすめ。高すぎる目標を設定しないことって書いてある。私もこれはめちゃくちゃ同意見。本当に同じ気持ち。ボディメイク頑張るためにピラティスを契約してみた。そういうのもありだと思う。めちゃくちゃ憧れの人が行ってるところに通ってみるっていうのもすごいいいよね。脱ぐ予定を作る。100日後の石垣島。旅行の計画立てるのもめちゃくちゃありだね。確かに。結構みんな同じような感じだな。でも本当に最後にこれだけ入れるのはキラキラ最強説ね、みんな。笑顔が一番だし、太ってたって痩せてたってどんな容姿であれ自分が楽しいなって思って心の中からキラキラするのが本当に何事にも大切。それは忘れずにね。ということで、みんなもこれめっちゃ良かったよっていうのがあったらぜひコメントで共有してね。はい、ということで今からやっぱピザ行かなくちゃいけなくて、もうめちゃくちゃ時間。マフィンも作ったんだ。ちょっと待って。マフィン見て。コメントでね、マフィン作ったの。やばくない？ほら。めっちゃ美味しそうじゃない？なんか上海のスターバックスでめちゃくちゃ美味しそうなマフィンがあって、頼んで食べたんだけど超美味しくて、それを家でもヘルシーで食べれたなって思って作ったのね。あー、失敗するしやばい。なんかべちょべちょでもうまい。もうちょっとなんかふっくらして美味しくできたら今日美味しそうだ。バイバイ。ピザ行ってくる。